釣れそうな中華独自のアイデア仕掛けの実況検証。久しぶりの当たり仕掛けのはずです。何も売ってない。今日の料理コーナーどうしよう。穴場を広めたら穴場でなくなるのでモザイクしてます。よし、先客いない。テストフィールドは、ここです。本日の主役たち。中華独自のアイデア吸い込み仕掛けです。某アリエクで5個608円で買いましたが、1個だと300円くらいします。あれ ?6 個ない？5位と2、5位を狙うので、7番か9番だな。今知ったけど、分割されてる。棒を穴に通すみたいです。今日はこいつ利用のダブルドラグリールを持ってきました。まずは、餌をつけずにテスト。これは釣れそうだ。針がいい感じに浮いています。団子は大声をベースに適当に。付け餌は3種類用意したけど。まずは、中華の川用餌、vs 日本の海用餌でやってみます。どっちの方が、濃いや濁いが釣れると思う？穀物を発酵させたような匂いがやや強めです。嫌な予感しかしない。崩れたよう。サンオイルの匂い。バーサスなので、印をつけときます。バーサスなので、印をつけときます。カットしてあるとこが、オキアミ団子。嫌な予感的中。針を刺すと割れます。この餌はバーサス以前の問題、失格。仕方がないので。後日、買った方とバーサスさせる予定だった生ミックを投入します。自称なんでも釣れる生ミック、バーサス、海用餌のオキアミ団子。これは、生ミックの圧勝か？生ミックは、鯉が特によく釣れるって書いてあるもん。付け餌をつけてもいい感じなのかテスト。これは釣れそうです。
では、中華仕掛けと練り餌の実況検証開始。さすがは、真冬。何も釣れないです。鈴が2個あるとトラブルになりやすいので、1個は外して保管します。この余震アラームはすっ飛びしないので、おすすめです。もう1タックル追加します。これも斜めに切ってあるとこの針にオキアミ団子です。最終形態でのテスト。これは釣れるでしょう。いい感じに付け餌が漂っています。何も釣れないのですが。ここ、場所が悪いな。最低でも、あの辺まで遠投しなきゃ釣れん。あっちに移動します。ちなみに、用途に付け餌と書いてあります。私が無理やり針に刺したのではありません。続きはここでやります。生ミックはまだ針についてるな。再開。こっちも生ミックが生き残ってる。生ミックは餌持ちが良いのかもしれない。今日は中華アイデア仕掛けのおかげで爆釣する気満々だったのに。今や、絶対に何も釣れない感すら漂っています。吸い込み仕掛けで釣れるのだから、中華アイデア仕掛けが釣れないってことはないよな。2週間前より、かなり水温が下がった気がする。冷たい。また、生ミックだけ生き残ってる。また、生ミックだけ生き残ってる。海で生ミックを使った時の評価を訂正する必要があるな。空中分解。生ミックの餌取りがいない場合の餌持ちを1としていましたが、餌取りがいない場合は、かなり餌持ちがいいと判明しました。訂正してお詫びいたします。生ミックは毎回生き残ってるが、オキアミ団子は毎回全滅。今の時期は入れパクとかないので、餌持ちが悪すぎるオキアミ団子で釣るのは、不可能に近い気が。用途外と自称なんでも釣れる餌では釣れないかもしれないので、信頼と実績の島ミミズも投入します。白いのは白カビじゃないです。酸性化防止用の卵の殻です。レタスを与え大事に育てたので、すくすくと育ってます。こっちのタックルは、島ミミズに粒、生ミックに粒にします。
空中分解。オキアミ団子2粒、生ミック4粒、島ミミズ2粒耐性です。勝敗は1粒あたりの期待値で決めます。スプリングが小さいから空中分解しがちです。当たり1回すらなく、すでに午後3時。今更移動できないので、ここで奇跡を信じるしかない。島ミミズの餌持ちは最強。きたー。おー。ヒット。濁いだろうけど、嬉しい。もともと、メインターゲットは濁いです。やはり。マジで？オキアミ団子一生です。餌持ち最低のオキアミ団子で釣れたのが超意外。当たったけど。ダメそうだな。生ミックが無傷ってことは、今のあたりもオキアミ団子だったっぽい。当たり。ヒット。これは恋かもしれない。濁いじゃなさそうな大きさです。おー。恋？特大濁いだな。また、オキアミ団子だな。オキアミ団子は、マジで餌持ちが最低なのに。中華のアイデア仕掛け、見た目が超いい感じなので、全く疑ってなかったけど、まさかの爆釣せず。今日の緊張か、もしかすると中華のアイデア仕掛けのせいかも。中華のアイデア仕掛け、バーサス、日本の伝統仕掛け、も、やる必要がありそうです。すべての餌で最低1匹釣りたいけど、無理だな。オキアミ団子だけ釣れました。さすがに、今回の結果では各餌の優劣を決められないので、今後もこれらの餌で検証を続けていきます。分割できるので、洗いやすい。今後、自称なんでも釣れる生ミックの挽回なるか。
今後、いっぱい魚が釣れる良い仕掛けなのかもチェックします。チャンネル登録やいいねをしていただけると嬉しいです。